で今日一番最初に唱歌ができたところからちょっと進めていくんですけれども、一番最初からその唱歌っていうものを作ろうとした方々の熱意とかそういうものがすごく私は感じられて、でそれを少しでも皆さんにお伝えできれば嬉しいなっていう気持ちです。で実はピアノ弾く時って黙ってピアノ弾くので人前で喋るということがとても苦手なので今すっごいバクバクの状態なんですけど頑張りますのでよろしくお願いいたします。で資料を見ていただくと文字のやつと楽譜のやつがありますね。で今回は作者とその作品みたいな今まで授業をやらせていただいて何しろいろんな曲をご紹介したいっていう思いでやってきたのでこの人のこともうちょっと喋りたいんだけど時間がないからっていうことで飛ばしてきたこととか曲のこともいろいろ今言ってる時間ないかなみたいなとにかく曲を紹介するっていうことを優先にしてきたのでちょっと今回はじっくり作者の背景と曲のできた背景とかそういうことを、私の分かる範囲ですけれどもお話ししながらでどういうふうに進めようかと思いましたけどやっぱりできた時からの年代に沿っていった方がいいかなっていうそういう流れにしました。それとあともう一つは声を出すという普段からお歌を歌ってる方合唱団の人で手が上がってない人がいますよねそういう方たちはねいいんですけど普段声あんまり歌ったりしてないとどうやって出すのか忘れちゃってる場合があるので少し鼻に響かせて声を出すっていう練習をします。あとなぜ譜面で資料が出ているかというところですけど譜面アレルギーの方がとても多いそれは子供から大人までですけれども少しでも譜面に慣れていただいて上がり下がりで音がこうなってるとかそういうことだけでもそれが分かっているうちにだんだん読めるようになると思うので譜面に慣れていただきたいので資料は譜面で出すことにいたしました。だって文字だけで歌詞だけだとちょっと分かりにくいところがあるかなと思いましたのでというわけで、